前々回のあらすじ、フェンスカーコースに挑戦したモーターを巻いたシャーシが曲がるステアリングシャーシをフェンスカーとして復活させた。こうなった。ここまで綺麗なトルネードをするとは。これはモーター縦置きによるハントルクの影響でしょうか。ハントルクといえばさらに前に実験装置を作っていました。半年前の動画の最後にチラ見せしてましたね。早速実験します。あの回転がハントルクの影響であればモーター回転中はどちらかに傾き続けるはずですよね。モーターの回転開始時は慣性力によりハントルクが大きく傾きが発生しますが、その後の回転中はハントルクによる傾きは小さいですね。ハントルクの活用で先駆者もいらっしゃいますが、確かにこれを使うのは厳しそうです。停止時の慣性は逆向きの力、つまり合わせれば。どうやらハントルク活用というロマメの活路を見つけたようです。いきなしどしたし。ルール無用 JCJC で難しいのはレーンチェンジです。コースアウトの仕方にはパターンがあります。この映像だと右の壁にマシンが飛び移った際にマシンの左側が浮き上がってコースアウトするのが多いです。これには2つの要因が考えられます。1つ目は壁への飛び移り時の衝撃です。これは見たままですね。左から右への壁の飛び移りがあるので衝撃で左が浮いていそうです。もう1つはローラーによる下向きの力です。マシンはコースアウトしないようにローラーを下向きにしていて、壁に当たるとマシンを下に押さえるんですよね。ローラーによって右側に下向きの力が加わるのでより左側が浮きやすくなります。バランスが難しいです。そしてコースアウトしないときは左側があまり浮き上がりません。今回の作戦はハントルクで左の浮き上がりを抑制することです。ハントルクはどうやって作るのですか？駆動モーターを制御して発生させます。マシンが前進する時のモーターの回転方向を晴天とします。モーターを晴天させます。晴天時のハントルクで左側が上がりました。スロー。でも LC で当てたいのは逆の右側ですよね。これはマシンが走行し始める時の動きなので問題ありません。と言っても走行中のハントルクは先ほどの実験通り弱いですよ。それではモーターを停止させてみましょう。わからないのでスロー。停止。お、右側が上がりました。モーターの急停止でハントルクの慣性力を発生させました。晴天は左上がりだったので、その停止時の慣性では右側が上がるということですね。これなら姿勢制御になりそうです。いいえ、まだです。ここからさらにモーターを逆転させます。また右側が上がりました。逆転の始動時も右上がりのハントルクとなるのですね。つまりモーター晴天から一気に逆転させると大きく右側が上がりました。停止と逆転の慣性力でハントルクが大きくなりました。この力ならば壁飛び移り時の左上がりの力に対抗できるのではないでしょうか。というのが今回のアイデアです。珍しくまともな作戦ですね。それでは制作へレッツゴー。まずはシャーシを作ります。試作を重ねて調整をしていきます。試作シャーシ完成です。ローラー台を作成します。今回はカーボンローラーステーを使うので先端を 3D プリント部品にします。次はハントルクを発生させるタイミングを検知するスイッチを作ります。スイッチにはスキットローラーを取り付けます。スキットローラーが重りとなりマシンが浮いた時にスイッチが動く想定です。モデリング完了です。回路製作に移ります。回路図を描きました。この回路図で目的の動作をするのかブレッドボード上でチェックをします。スイッチによって晴天と逆転をスイッチさせます。グッドです。それでは次に進みましょう。実装基板図を描きます。ランドのつながりを見やすくするために部品を散らばせます。大まかに位置を決めます。近くにあるべき部品たちを寄せてまとまりにしておくとイメージがつかめます。マイコンの下に部品をできるだけ詰めるようにします。基板をコンパクトにして気持ちよくします。重量も抑えられます。ただしブレッドボードでの実験しやすさでスルーホール部品を採用しています。いい配置が決まらない。逆に考えてマイコンを逆向きにします。回路図の配線を変更します。部品を逆さにしていきます。基板上の重量配分が左右でなるべく均等になるように工夫します。今回の姿勢制御では重心は左右均等がいいと思ったためです。配置が終わったので配線をしていきます。配線をイメージしながら配置をしているのでつなげるだけです。できる限りジャンパワイヤーを出さないようにしています。ブランドのベタを塗ります。最後に外形を描きます。実装基板図完成です。部品は可能な限り左右対称としています。そしてジャンパワイヤーは1本。気分がいいです。基板を発注するための準備をします。原点を左上に合わせます。発注に必要なファイルを作ります。出力レイヤーは選択済みです。シンプルでいいので最小レベルの出力レイヤーにしています。ガーバーファイルを出力します。次はドリルデータです。これは電子部品を差し込む穴です。ドリルデータも出力します。新しいフォルダを作ります。出力したものを一つのフォルダにまとめます。そのフォルダを ZIP 形式で圧縮します。発注ファイル完成です。PCBA の基板発注画面に行きます。クイックオーダー基板から発注をします。先ほどの ZIP ファイルをアップロードします。
プレリューでズレがないかを確認します。あとは説明を見つつ発注の設定をしていきます。お、基板の厚さ 0.6mm でも安いな。初めての利用ですが説明文が日本語でわかりやすいです。発送方法を選びます。カートに保存して購入情報を入力すれば発注完了です。届きました。金曜日に発注をして到着は火曜日でした。実装基板図通りにしっかりとプリント基板になっています。厚さチェック、注文通りの 0.6mm、重量チェック、0.9g。 いい軽さです。ハンダ付けに入ります。抵抗を取り付けます。ハンダ付けします。足を切ります。オトカプラとモータードライバーを取り付けます。ハンダ付けします。足を切ります。ピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。マイコンのピンソケットを取り付けます。ハンダ付けします。抵抗を縦置きで取り付けます。ハンダ付けします。ピンヘッダーを取り付けます。ハンダ付けします。レギュレーターを取り付けます。ハンダ付けします。足を切ります。導線を取り付けます。ハンダ付けします。基板が完成しました。部品が乗ると左右対称の重量配分の試みがわかりますね。気分のいい出来となりました。本番シャーシも印刷してきました。基板を搭載します。フィットです。それでは基板の動作チェックです。晴天、逆転。しっかりとモーターを制御できています。これを思ったのですが、反トルクを発生させるためにバックするので LC で思いっきりブレーキになってしまいますよね。問題ないです。それを解決するパーツはすでに公式が出していました。どういうこと？ワンウェイホイールです。このホイールはモーターが晴天の時は回転しますが、逆転の時には空回りします。つまりこの問題の最適解ということです。公式はこの姿勢制御方法をすでに見越していたのですね。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを搭載します。シャフトを差し込みます。ギアを取り付けます。ホイールを取り付けます。グリス塗り塗り、駆動チェック。スルスルグッドです。リアローラーステを取り付けます。固定します。ローラーベースを取り付けます。固定します。フロントローラーステを取り付けます。固定します。ローラーベースを取り付けます。固定します。スイッチを取り付けます。ケーブルと友締めします。スキットローラー台を取り付けます。固定します。スキットローラーを取り付けます。固定します。基板を搭載します。モーターケーブルを接続します。スイッチケーブルを接続します。マイコンを搭載します。バッテリーを搭載します。リアローラーを取り付けます。固定します。フロントローラーを取り付けます。固定します。できました。反トルク姿勢制御シャーシ。マシン名は転生です。モーターの回転で姿勢を制御します。ワンウェイホイールは逆転時の減速を低減します。スキットローラースイッチはマシンの浮き上がりを検知します。重量物を直線上に寄せてロール方向の動きを作ります。重量チェック。73.3g。スキットローラースイッチの動作。設置状態ではスイッチの金属同士が接触して通電します。マシンが開くとスキットローラーの重みで通電が切断されます。これにより LC での左の浮き上がりを検知します。そしてその時にモーターを逆転させ左を下げる反トルクを発生させます。姿勢制御チェック。逆転させます。マシンは実験時より重いですが反トルクで姿勢を。パワーには若干の不安あり。 LC でのスイッチチェック。なんか不安定です。 LC が山なりになっているためかスイッチ側が浮いています。スキットローラーをスイッチの一輪にして必ずマシンの重みが乗るようにしました。これで OK です。 LC 手前の文字がくせ者でしたがプログラム側でスイッチの感度を下げて対応しました。凹凸で反応せずに浮き上がりで反応していますね。これでいけます。それでは走らせましょう。5。そこをギアを2段ウレタンローラーにしました。5。ドーン、スロー。ダメな左上がりの姿勢になっていますね。反トルク発生時は LED が光るのでどうやらスイッチが反応していないようです。マシンの浮き上がりとともにスキットローラースイッチも浮いています。両サイドのスキットローラーを復活させます。 LC での浮き上がり検知は難しいので LC を検知して数ミリ秒後にモーターを逆転させます。5。ドーン。検知がまだうまくいっていません。感度調整を。ドーン、ドーン、5検知、ドーン、5。ドーン、スロー。検知成功でモーター逆転のタイミングも悪くないです。ですがロールを抑えられていないです。先ほどの反トルクなしと比べてみましょう。比較。 LC 中の速度は反トルクありの走行の方が速かったので LC 頂上で重なるように合わせています。ほぼ頂上でモーターの逆転が始まります。これだとまだ差が分かりにくいです。姿勢を崩したところで合わせます。わずかですが反トルクなしの方が早く裏返っています。あまりにもホロさ。反トルクありの方がスピードが乗っていたのを加味すると若干の効果はありそうです。もっと走らせます。あれ
モーターの反トルクでモーター自体が回って配線がねじれていたようです。タイヤも見たらすごいえぐれ方してますね。コースアウト後の空転で接着が弱い箇所が浮いてローラーステーにそこが当たって削れたのでしょう。断線を修理してモーターもしっかり固定しました。スポンジタイヤも交換しました。フロントローラーは片方を2段ウレタンにしました。5ドーン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 5検知からのドーンドーンドーン。途中で5検知して速度が遅くなってもコースアウトするのはローラーセッティングが悪すぎです。ローラーを高くしました。これはロール対策のセッティングです。この高いローラーの力を借りずに完走を狙っていましたが、あの速度でロールするのはさすがに無理です。5ドーンスロー。わずかに逆転が早いです。リアローラーが高すぎて壁を越えましたね。リアローラーを低くして5。完走です。スロー。ほんの少し早いタイミング。反トルクよりはローラーで姿勢が戻っているように見えるな。反トルクなし。 LC での減速も合うように LC でモーターをオフにします。こちらも完走です。スロー。重要なのは LC での姿勢です。ここでモーターオフ。姿勢の変化が少ないように見えます。比較。反トルクありの方が LC 頂上で左下がりの姿勢になっているように見えます。重なりすぎてわからんです。反トルクあり、反トルクなし。こう見ると反トルクありの方が左下がりになっていますね。そのまま姿勢も重要です。壁飛び移り時の位置を合わせてみてみましょう。反トルクあり、反トルクなし。反トルクありの方が左後ろが浮いている姿勢になっています。ということは尾形、逆転が強すぎてワンウェイホイールが効いていないということです。そしてワンウェイホイールは重いので逆転時に前下がりの反トルクが出てきます。露骨に前下がりになりますね。でも LC なら前下がりは良いことなのでは。前下がりになりすぎるとリア上段ローラーが壁を越えやすくなるので必ずしも良いとは言えないです。それにホイールが逆転しているのでそもそも減速します。想定通りにはいかないですね。先ほどのをタイム測定しておきましょう。2.85 秒。遅い。下段を魔王ローラーにしました。スピードを上げます。5ドーンスロー。グッドタイミングですがロールはしてしまいます。やはり反トルクのパワーが足りていないです。ということで今回は反トルクによる姿勢制御に挑戦しました。結果は若干の効果は見られましたが壁飛び移り時のロールを打ち消すほどの力はなかったです。あとはタイミングが重要でしたね。さらに逆転するワンウェイホイール、なかなか厳しい課題が多く見つかりました。ですが反トルク姿勢制御のロマンは捨てきれないのでなんとか考えつきたいと思います。そろそろ結果を出しましょうよ。さすがにね。最後に挑戦に協力してくれた PCB レイの感想。クイックオーダー基板での発注画面が使いやすかったです。初めての利用でもすんなりと進められましたよね。プリント基板な上にもいただきました。ここまで使いこなせる日は来るのでしょうか。他にも CNC3D プリント板金まであります。 3D プリントの素材チェック。SLS でガラス繊維のナイロンあるのか、強度と精度の両立ができそうかしら。チタンもあるのね。ふむふむ。これは長くなりそう。概要欄の URL からチェックしてみてください。今回の挑戦であのアニメ再現のアイデアも浮かんだのでそちらもやりたいな。最後に一番の収穫報告。それではまたのし。